いう要素の機器を開発しております。ただいまよりダイハツグループ九州開発センター開設10周年記念式典を執り行います。2015年開所以来、ダイハツの先行技術開発の最前線として地域とともに歩み、挑戦と革新を重ねてまいりました。地域産業のさらなる基盤強化に取り組んで、皆様の挑戦を力強く後押しをさせていただきたいと思っておりますので、令和5年の7月10日に、この田主丸の竹野地区をはじめ、9つの地区で床上・床浸水がありました。その時にもダイハツさんには早急に場所を提供していただいて、車を無償で提供していただいたり、田主丸港区の地区の方々も心から本当にお礼を申し上げたい。また災害の時にも大変お世話になりました。私たち九州開発センターはこの10年間、地域の皆様や関係者の温かいご支援のもと、新たな技術開発や地域連携など多くの挑戦とそれを通じた成長を積み重ねてまいりました。この10年間の歩みを動画にギュッと収めております。それではどうぞご覧ください。この道の先に何があるのか、そう問い続けながら私たちは走り続けてきました。技術とともに、地域とともに、未来へ向けて。九州開発センターはどんな時代にも生き残れる、世界から注目される技術を作り続けることをビジョンに掲げ、地域とともに歩む開発拠点を目指してきました。ものづくりの技術力とことづくりの発想力を融合し、未来を切り開く拠点として歩んできました。2015年、これまでの考え方にとらわれず、自ら進んで新しい物事にチャレンジする、その思いから、この久留米の地にダイハツグループ九州開発センターが誕生しました。まだ世に出ていない製品に直接携われる仕事がすごく魅力だなと感じています。今、小型モビリティというのを開発してて、それで一人でも多くの方が笑顔あふれるような社会になっていければなと思っております。不具合が起きた際に不具合の原因が自分自身の力で分かった時に成長を感じます。自分が今業務で扱っている技術っていうのを世の中に出せたらいいなと思っております。今日まで培ってきた基本的な技術をもとにさらに進化させて、特に電動化分野では遅れを取ることのないように対応できる人材の育成を行っていきたいと考えます。燃費向上というのはより魅力的な車を提供すること、こういうところにつながってきますので、ダイハツの中で技術というところだけではなくて、開発のプロセスといったところも最先端となって関係部署を先導できるようになりたいというふうに考えております。地球環境への貢献やダイハツの将来を支える技術を開発し、それらを世の中に出していくことで、このセンターのさらなる発展につながると思っています。またそう思える場所にしていければいいなと思っています。再生可能エネルギーの利活用、これを軌道に乗せてみんなの手に届くカーボンニュートラルをダイハツならではの視点で実現するということを目標に進めていきたいと思っております。地域に支えられ、地域社会の一員として生き生きとして仕事ができる、そんな基盤づくりが目標になります。この場所には技術を磨く毎日がある。この場所には地域と社会をつなぐ思いがある。そして
この道の先にはまだ見ぬ未来がある。私たちは技術とともに、地域とともに、これまでもこれからもダイハツらしく車を作り続けていきます。九州開発センターのダイハツ名にご期待ください。